はい、どうも皆さんこんにちは、カドルです。本日はですね、光子戦場までアッキーズが迫ってきたので、第2回目の光属性ガチ勢対談を収録していこうと思います。はい、では本日もね、前回の第1回に引き続き、グリさんに来ていただきました。はい、では本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。何か言おうかなと思ったけど、今何言おうってめっちゃ迷ってしまった、謎の真似。これ謎の間がカットされるかわかんないけど、とりあえずグリさんに来ていただきましたと。第1回目はもう3万4000ぐらい回ってますね。3万4000も眠そうな声聞かれたんですか？グリさんのね、前回の対談の時のコメント欄でね、眠そうな声見て、眠そうな声って言ってなかったかな、なんだっけ、聞き取りづらいみたいなコメントが非常に多かったんだけど、でもあれ多分俺が思うになんですけど、多分マイクの問題だと思うんですよね。配信用のマイクとかだと多分全然収録の声が違ってくるんで。皆さんが思ってるより収録環境が良くなくて、今ね、現状 AirPods でね、会話をしてる状態で。いや、そう、だからグリさんは、あれなんだね、YouTube の配信者とかじゃないから、今までコラボした人は配信とかしてたから余裕でいいマイク使ってたんだろうけど、非常に恥ずかしながらね、マイクをお持ちでないという。AirPods 対談ということでも。よろしくお願いします。ということで、なるべくね、ちょっと編集で、声が聞き取りやすいように編集しようとは思うんですが、そんな感じで、やっていこうと思います。第2回なんで、今回は、キャラの評価、あとは、主にムーブですね。これからね、月末の、新しい水着が実装された時に、ひょっとしたら光属性キャラだとまたちょっと変わるかもしれないんですけど、一旦ここら辺で、こんな感じじゃないかなっていう風なところをちょっとグリさんにね、ちょっと聞いていこうと思います。キャラの評価とかっていうところも含めての対談になるので、一番最初に、グリさんのね、お決まりではあるんですが、クオンが一体どんな感じでね、そのキャラに入れてるのかちょっと最初に見せてもらって対談に移っていきましょうか。で、今のクオンなんですけれども、今、だいたい14人かな。最近のところで言うと、リミサンダルにも入れてしまって、割と木に入れちゃったかな、確か。もう勢いで入れちゃいました。いるのとも、この間の配信で入れて、コスモスも1週間前ぐらいに入れたのかな。見覚えないと思ったら。ここら辺3人は最近です、割とだから。ちょっとルシオ次第でもう1個飛びそうな気はしてるんですけれども。確かに。そうですね。実際今回の対談は、今3月19日に収録してるんですが、環境が変わった一番最後の時に質問ライブっていう風な、古戦場の属性のアップデートが、もう完全に終わったタイミングで、グリさんと一緒に配信するっていう風な場も設けようと思っているので、ルシオに関してとか、そういう本当に古戦場直近のアップデートに関しての、トークとかは、ぜひそちらに遊びに来ていただければと思います。では、じゃあ、実際にいろいろ話していきますか。はい。じゃあ、それでは、キャラについてね、ちょっといろいろ話を聞いていこうと思うんですが、手動フロートに分けて、ちょっといろいろ聞いていこうと思うんで、まず一番最初、手動フロート共通して、どんな状況でも入ってくるだろう、みたいなキャラについては、ちょっと最初に聞いていこうと思います。はい。では、まず画面に出てるんですけど、はい、まず、ネハンですね。そうですね。もうここ2年ぐらい、ハローで倒れるんじゃないかってぐらい、酷使されてるネハンですけれども。手動では言わすのかな。フロートでもね、防御符で95だったりってなると、かなり強いので、去年もね、似たようなことやったと思うんですけれども、今年も強いなという、いつになったら抜けるんでしょうね。いつに抜けるんですかね。ネハンが抜けるってなったらもう相当大事件ですけどね。ね、もうちょっと説明する必要あるのかなとまで思うんですけど。確かに。もう最強に強いことはもうみんな分かってると思うので、キャラの厳選とか LB とかに関しては、重要な点とかあったら教えてほしいですね。TA するかしないか、確定になってるかなってないかみたいなところでね、この1ポジ分減るかどうかっていうのが分かるので、理想はここは渾身 TA なんですけれど、リミモで 10%2 つあるから 10% 漏れるんで、そこまで軽く入寄せておいたらいいんじゃないかなと僕は思ってます。で、大体タイプはみんな連撃タイプじゃないかなっていう感じですね。ニヤビの扱いですよね、本当に。ニヤビが押すか押さないかみたいな。ニヤビを押すと、例えばルミナス拳とかを持ってしまうと、どうしても避けてしまうので、極力押したくはないので、基本的にニヤビを使わない形での運用がベストではあります。はい。では次が、
まあ、去年の古戦場でもだいぶ強かったんですけど、着実に株を上げつつある無限さん。最近実はまた株を上げてしまって、なぜかというと、このエフェスというものが実装され、このニアビにこうクリティカル確率っていうのがあって、100% の確率で発動するので、武器枠でクリティカルをね、こう確定させずに運用ができるっていうのはもう何も文句を言うことがなくてそうですよね。もともともう超必須系、無限が抜けることはまあもうほぼほぼないだろうと言われてたのにもかかわらず、無限が FS と噛み合っちゃったからもう手がつけられないみたいな。寿命がまた伸びてしまってまあこれも言うことないんじゃないかなと思いながら何をしても強いです。なんか自分が結構気になってたところは、無限ってその、ニアビがメインになる運用と、そのサービも結構なんか重要になる運用が結構自分分かれるなっていうふうに思ってて、クオンの染み方みたいなところはちょっと聞いておきたかったですね、自分個人的には。もう多分ね、それは全然違うと思います。結局特にサンアビを運用する形の話なんですけれども、後で出てくるフロレンスっていうキャラがいるんですけれども、その1アビの1朝を、無限3発動した状態でつけると、普通に600万とか超えてくるんですよ、単発ダメージが。どう考えても、上限の 5% がでかくてわかりやすくダメージの差は出るんじゃないかなと思いますね。ちなみにあれですか、そのルミナス拳をメインで持つ運用の時は結構なんか無限にフローレンス1つけることが多いんでしたっけ？ちょっとまだ自分持ってないんであれなんですけど。原則レスラーを使うんで、ルミナス拳を使う時っていうのは、レスラーはみんな同じ回数しか攻撃しないので、一番火力出るの誰だってなると無限なんです。だから結局無限を一番火力盛りたいよねってなったらダメージ上限という部分で、やっぱ5% のアドバンテージを取れるってなると、今現状光の高温で誰が見るのかって言われたら、短期を主に考えると無限かなっていうのは結構ありますね。なるほど。なんかクオン入ってないとしたら、ムーブによるかもしれないですけど、無限のクオンは結構上げてもいい感じかもしれないですね。無限の意味もの話なんですけれど、この上のところは別に何振ってもぶっちゃけいいと思います。特にめちゃめちゃ振りたいものがあるかとはないんですけれども、指輪のところで、結構これね、分かれるんですけれども、その指輪みんな渾身 TA ついてると思うんですよ、割と。で、耳飾りが、多分最近結構渾身が多いと思います。スタンダードなのはやっぱり。自分はちょっと TA がついてるんですけれども。いざというと、今結構何もせずに、これでも上限叩けてるので、割と、ほとんどの環境で。ちょっと、そのムーブに差が出てしまう TA のところで、いつか足りないなってなったら嫌だから変えてないって感じだね。なるほど。ちょこちょこやっぱ、アルテミスを召喚しないってなった時に、耳飾りと指輪で TA 率を持ってるっていうところはあるので。なるほど。じゃあこれに関しては、ちょっとまだ待っててもいいかもしれないですね。ただ、渾身か TA、どっちか強いのついたら一回保留しといて、ちょっとムーブに合わせて、ちょっとなんか最悪入れ替えられるようにしとくのがベストかもしれないですね。ひょっとしたら。はい。じゃあ、3人目、ルミジャンヌと。ルミジャンヌも息長いですね。今も生き残ってるのに、驚愕というかなんというかやっぱ立ってるだけで強いっていうのはいいですよね。サパービ2つとも強いからな。活属性の、水着アニラとかもそうですけど、やっぱこの TA で常に来てやっぱ強いですね。替えが効かない。唯一無二なんでね。あんまりアビを押さないですもんね、ジャンヌに関しては。とりあえずサポアビが本体みたいなイメージですね。極力ポチをしたくないときに彼女を使いましょうという感じです。なるほど。今ね、渾身と渾身しかついてなくて。ジャンヌは多分あれですもんね。なんかレンジを短くすればするほど、なんか前回の第1回対談とかでもやったと思うんですけど、なんか芝をメインにするとか、そういう話が出てくるから、最近は。幻覚鏡だとジャンヌは渾身とかがやっぱり合ってるのかもしれないですね。じゃあ次が、ちょっと意外な浴衣なるみやさん。そうなんですよね。浴衣なるみは。この前3つ紹介した3キャラに比べたらもちろんパワーは劣るんですけれども、扱いどころ自体は実は結構あって、攻撃のみの肉集めだったり、90ヘルとか
まあそういう時にね、意外と反撃とかが強くて、まあ、450万だったり、編成によっては600万とか、それぐらい出してくれるので、まあ普通に強くて、この主人公が王言ったら、まあ何なりあったりって、裏に出ててもね、普通に強いんで、割と重宝していて、じゃあフルオートなんで強いって話だと思うんですけれども、サービがまあ割と自分的には評価高くて、最近その今年トリプルゼロって出たと思うんですけれども、約束の羽を上げるだとか、ベルゼバブのトランスレベルを上げるだとかで、割とまあなんか、そこら辺上げてくれるので、割といいんじゃないかなと思って使ってますね。ちょっと前までアガスティアのフロートとかも、そういう感じで、なんかちょこちょこ使われてるイメージが、まあちょっと今回紹介したって感じで。うん。なるほど。めちゃめちゃ強いというよりは、まあフロート、手動どっちでもちょっと使う可能性ありけりみたいな形での紹介にはなります。あれもね、ルミナス拳取ってたりしたらちょっと、状況変わるかもしれないですけど、光ってなんか最短期がちょっとやっぱ難しいですもんね。そうなんですよね。なってくるとやっぱ貴重なアビダメ反撃キャラみたいな感じで、で、なんかそのフロートとかでも出番があるってなると、かなりいいキャラですね。やっぱ、かゆいところに手が届く。はい。できました。これが、共通で使うキャラ最後になるんですけど、ルシオと、最終を控えている。そうなんですよ。みんなが期待しているルシオ最終なんですけれども、現状、今使うかと言われたら、このままでは使えないんですけれども、ここに4アビが追加されるのか、この奥義と1アビと2アビと3アビが強くなるって考えると、もうたまらないっていう感じで。あ、確かに。一体どうなっちまうんだっていう感じです。いやー。ワクワクが止まらない。古戦場またね、数日前に、もうアラナと一緒ですよ、この間の。すべてを破壊してくれるんだろうなって期待はしてるんですけど。なんかあれですもんね、トリプルゼロとかサンダルフォン実装とか、なんか時代の流れ的には結構天使推しなんで、なんかこれのね、この調子に乗った風を利用して、いい感じに本当に最強強化もらえたら確かにいいなって思ってるんですけど、やっぱ3アビが現状強そうですよね。そうですね。8割追撃なんで、弱いわけはない。もうこれで全体に8割追撃とかならもう踊り狂ってしまうかもしれない。化け物。涅槃の追撃率ですね。でもなんかあれですもんね、頭の中で思い描いた調整よりを上回る調整とか最近多いですからね、ハードリールとか。そうですね。あわよくば乱撃ついてほしいなぐらいですね。賢者だったか。なるほどな。2人目の賢者ここにいるかもしれない。これに関しては、ちょっと現状の話でやると、ちょっといろいろ難しいんですけど、なんかニアビは結構なんか火力が高かったりとか、なんかフロートでも結構可能性がありそうなので、ちょっと要チェックって感じですね。ルシオに関しては。はい。では、手動フロートっていう風なところを共通して活躍しそうなキャラについてはある程度紹介してきたので、次、手動オンリーのキャラですね。手動といえば、光属性はこのお方。手動といえば、プロレンスなんですよ。本体がこの1アビのマスケラってやつで、一旦の持続型の、逸話さになってて、これを主人公、ないしは、ハロウィン無限につけるだけでもうグラブルが壊れてしまうっていう感じなんで、もうこれ以上言うこと本当になくて、本当にこの子これ以外何も持ってないんですよ。これ以外何もできないんです、本当に。去年200ヘルの手動とかでサービが絡むみたいなところ若干あったんですけど、今年もっとインフレしてるでしょうし、それよりもやっぱ1アビ回してどんだけコンパクトに収めるかみたいな話になってきそうですね。わざわざそこまでする必要はなさそうな気配はしますね。理想は渾身 TA です、理想は。これは、TA のリーボがないので、割とバリュー高いんじゃないかなと思って、自分はもう渾身10がついて満足してしまって、もう変えられない顔してるので。言い方にも TA 説は結構あります。ここまでプロレンスが上限叩かなきゃいけないかって言われて、微妙なところなんで、多分単純に TA 確定させた方が安定感は増すと思います。ここら辺は、多分あれですね、実際の編成とかで、そういう編成になってればちょっと聞きたいんですけど、多分気になるのは何%TA 欲しいかってとこですよね、おそらく。ちょっともう編成によってね、全く違うんでね。いや、そうなんですよね。でもなんかフローレンスを使うっていう風な現場が、なんか150ヘル以上とか、みたいなところが結構イメージしてるんですけど、
まあでも、やっぱアルテミス投げたりすると、なんか、許可も相まって、勝手になんか TA とかしだしたりすると思うんで、そうです。まあ、テミス芝さえ投げれば怖いものはさほどないんで。めちゃめちゃコンパクトなムーブか、もしくは、2ターン目以降も殴るかみたいな、そういう時ですね。そうです。はい、じゃあ次2番目が、あれですね、ちょっと本当は動画に映してはいけない。多分こうモザイクがかかってると思うんですけど、まあ、プリッシュっていうキャラクターなんですよ、彼女の名前は。で、どういう時に使うかっていうと、まあ、割と言い方なるめの指導の時と一緒で、まあ、結構、だいたいこの2人がフロントに立つことが多いんじゃないかなと思います。攻撃のみだったり、まあ、その一ポチ攻撃なり、まあそういう超短期って言われる、レンジの時にね、強くて、まあ何が強いっていう話なんですけれども、まあこの子も敵の特殊技に反応して3浴び、結構アビリティダメージが出て、これも450万ぐらい、極技とかが乗ってると600万ぐらいダメージを出すので、かなり強いんです。浴衣なるみよりちょっとだけさらに優れてるところがあって、何かっていうと、カウンターもね、2回持ってて、まあ、そこら辺も高評価ですね。無料でもらえるキャラとは思えないという感じです。まあなんかやっぱあれですよね、そのアビダメ反撃で倒すっていう風になったら、もう光属性には3重視がいますね。浴衣なるめはプリッシュ、水着スルムと。まあ、この3体のうち2体を使っていくという感じです。で、まあ、本来あるべき3人目の水着スルムさん。そうですね。まあ、水着スルムも、まあ、この似たような話で、この特殊技に反応して、この1闇が8回ダメージとデバフが入ってくれるって感じで、まあ、それ以外の使用用途はないらしいです。らしい。まさかの未所持と。ダメージもね、まあちょっと他の人の画面で見せてもらって、まあ同じようなダメージ、450万とか600万とかはそんなもん。これじゃなきゃいけないという感じじゃないので、自分はわざわざ取ってないっていう感じ。なんか水着スツームは、確か基礎で TA が 53% あるんで、確かあれですよね、そのダメージとしてはプリッシュとかに負けちゃうけど、TA を是が非でも確定させなきゃいけない場面で、なんか候補に上がるみたいな。まあなので、まあ3人のうち2人いれば、まあ大体どうにかなるとは思うんですけど、まあなんかもし持ってたら、この中から、自分みたいな動画配信者はプリッシュ使えないで、水着するの絶対使わざるを得ないみたいな感じになるんですけど、はい。まあそんな感じでやっていく感じですね。はい。で、次が、ボリミアさんですね。そうですね。まあ、これは去年の戦場にはいなかったキャラで、まあ、どこで使うんかと言われると、今、自分の中で唯一就職先があるのが、スープラのみで肉を倒す編成で、まあ、現状使おうかなって思ってます。サポートアビリティのね、バリアが付与されているときに、EA と追撃が漏れるという話で、この子じゃないと届かんみたいな話になってますね。なるほど。これなんかあれですよね。前回の第1回の対談でも、メタ拳のところでチラッとだけ話ありましたよね。確か。そうなんですよ。それがやっぱなんか現実味を帯びてきたみたいな。実際に実装されて、なんかサプチケが来た時に、本当に何取るんだみたいになった時に、結構自分もこうとして考えてたんですけど、本当にそれを使うっていう風に言い切れなくて、かなりなんか評価に迷ってキャラだったんですけど、なんか時代が追いついてきたみたいな感じを感じる。非常に。結局、極派とか、そこら辺が出てきたのが、世界でちょっと変えたかなって感じがしますね。それでは、まあ、ボレミアの次に、その次のキャラが、ヨウですね。まあ、何かと出番の多い、ヨウちゃん。そうですね。攻撃のみの時とか、まあよくね、こう出番が回ってくるヨウちゃんです。まあ、どこで使うかという話なんですけれども、今のところ、90ヘルとかは結構採用されるんじゃないかなって今、こう、ふんわり自分の中では思っていて、攻撃ゲージ 100% アップで、まあ、一人だけ、要するに探知をするわけなんですよ。まあ、それがシンプルにダメージが強くて、まあ、扱い勝手がいいという感じです。すごい便利なキャラクターですよね。そうですね。まあなんか、まだしばらく使いそうな気もしてます。はい。じゃあ次が、結構なんか懐かしいキャラですね。レビオン三姉妹。あんまり最近こう、どこかで使われたみたいなのは少ないと思うんですけれども、まあ、今回の古典上、どこで使うのかというと、肉集めで、まあ、出番があるのではないかと思っていて、まあ、どういう時にね、使うかというと、まあ、2プラのみで肉を討伐していくって言った時に、まあ、今のところ、
まあ、この子の採用というのが、まあ、有力って言われています。やっぱレビオンさん姉妹じゃないと会話聞かなさそうだなって、まあ、やりながら思っている、まあ、次第でございます。うん、なんかあれですよね、なんか調整されたアルベールとかと一緒になんかいじられてたと思うんですけど、なんかその辺から微妙になんかかゆいところに手が届くみたいな感じになりましたもんね。そうなんですよ。このね、サポアミのトリプルアタック時に、うんぬんかんぬんとか、まあ、それ以降のものがなんか、まあ、要するに、まあ、通常攻撃の後に、まあ、デデンと、まあ、ちょっとね、150万とかだったっけな、ちょっと細かい数字は覚えてないですけれども、まあ、まあ、そこそこまとまったダメージ出してくれるので、まあ、それが、まあ、シンプルに強いという感じです。肉集めに関しては、それが他とは違うよって、まあ、ダメージが出しやすいっていう感じ。うん。なんかレビオン三姉妹は自分もなんか、なりのその周回編成で結構高校で見た時もあるんですけど、なんか結構 TA 確定が苦しいようなイメージがあるんですけど、なんか厳選とかってどんな感じですかね。まだ自分そんなに厳選してなかったっけな、どうだったっけな、ちょっと待って。してないですね。TE をね、ちょっと盛らないと届かないので、多分この耳飾りのところで、まあ、TE 盛るのかなっていう感じ。まあじゃあとりあえずあれですね、その実際に使う場面でちょっと TA 率とかは教えてもらうような感じで。まあ、そういう感じです。はい。それでは、手動で必要なキャラっていうところを聞いてきたので、次。やっぱ古戦場ではね、フロートする需要が非常に高い人もいると思うんで、まあ、フロートキャラちょっと聞いていこうと思います。はい。やっぱりナンバーワンと言ったら、やっぱりイルノートですかね、やっぱり。そうですね、イルノートは、結構やっぱりね、バカにならないぐらい強くて、まあ、最近で言うと、水着ホルスの割とね、割とというかめちゃめちゃ強くて、二強みたいな感じかなって自分の中では思ってるんですけれども、イルノートはね、ディスペルスロー、マウントを高頻度で打てるっていう超便利キャラで、もうびっくりするぐらい古戦場に刺さりそうだなという印象です。特に光属性は前回の古戦場とかも、まあ、フルオートに関してはディスペルが結構不足してて、クリスマスマケラとかに引っ張り出されてきてたりしてたんで、なんか持ってる持ってないで非常に差がつきそうなキャラ第筆頭みたいな。そうですね、光のディスペルキャラってなかなか、こう、ちょっとこう、頭を悩ませてたんですけれども、まあ、全てを解決してくれそうって感じです。ちなみに多分厳選はやっぱあれですか、アビ上限ヨダメとかそんな感じですかね。基本的にはアビ上限さえあれば、他は、なんかすごい理想的なものがついてはいるんですが、アビダメ、防御ダメぐらいが一番こう、まあ自分的には理想かなと思ってます。じゃあそれでは、まあ、その次のキャラが出ました。グラブル10周年、光属性の超強化キャラ。まあ実装されて、まあ、最初なんかどうなると思ってたけど、まあ周りのいろんな人が見てみたりすると、とても強いなという。まあ全部強いって感じですね。全体ポンバを持ってるし、デバフもびっくりするほど入れてくれるし、まあ、ダメージのあれも結構上げてくれるし、まあ、もう書いてること基本的に全部強いですね。まあ、恩恵にはなると思うんですけど、まあ、古戦場のフロート無駄にやるとかっていう風なところでは、全然ワンチャンありそうな。まあ、これはあれですもんね。まあ、実際なんか、もう現状、アガスティアのフロートとか、もうなんか、ルシーゼロとか、そういうところでももうかなり出番がありそうなんで、もう、まあ、もうちょっとピックアップ終わっちゃったんですけど、まあ、もし聞けた人はぜひ育成しててほしいっていうような感じのキャラですかね。そうですね。っていうか、これなんか、クラス1になってるけど大丈夫かな、これ。生まれたままの姿になってるけど。あれでグリさん使ってないですか、スパウルシで。実装されてからあまりグラブルをやっておらず、まあ、そこそこ忙しいのもあるけど、最近ちょっとシャンフロにハマってて、実況シャンフロ読んでる人みたいになってるので。シャンフロって、ちなみに全然変わるんですけど、シャンフロって何巻ぐらい出てるんですか？漫画だけ出てて、16巻まで出てて、それを読んで、秒で読んでしまって、その後普通になろうで続きが気になりすぎて読んでるという現状です。マジで、アニメ漫画の方が面白い。多分、なろうで読むよりは。最初はね、片手間に、こう、コスモスを、ね、スマホで読んでるんですけど、スカイリープで、まあ2画面で、コスモスを振ろうとしながらやってたんですけど、もうコスモスの振るうすらめんどくさくなって。クラス1のところは。ない時から、文句の編成は出来上がっていたので。ちなみに最適に入ってます？多分速度だけ考えると入ってないと思う。現状でやっぱり、そうなんか安定を考えるならホルスで、速度考えるんだったらルオーみたいな話をちょっと聞いたんですよ。そうだと思います。それでは、次が、意外や意外、水着セレルですね。
そうですね。最近割と、評価が上がったというか、実装された時は、そこまで使われてるイメージはなかったんですけど、最近、結構株を上げてる筆頭キャラで、いろいろ今現状、他のフロントと考えて噛み合ってるキャラクターです。アースティアのフロートは自分もなんかいろいろやってたんですけど、大井軸のエンジン的な役割として考えると結構替えの利かないキャラかもしれないですね。そうですね。なんか扇ゲージとかをうまい具合に回してくれる、すごく便利なキャラクターというか、これがいないと噛み合わないよみたいな、セットみたいな感じがあります。なのでやっぱその水着ホルスを実際に使って大井軸とかやろうっていう風になった時も、古戦場だと隣にセレルが必要みたいな場面も結構あるかもしれないんで、3アビとかも結構便利ですし、全然採用の機会あるかもしれないですね。そうですね。一応持ってる人は LB だけ、ちょっとだけ育成しとくのはお勧めします。はい。では、4人目。やっぱり光属性のフロートだったらまだ抜けないですか、さすがに。ここにね、選出した理由としては、抜けないというよりは、割と市場を挟んでるというところもあるんですけども、はい。なんぞやっていうと、好きという言葉に全てが集約されてるかもしれないです。前回の対談もなんか似たようなことありましたね、そういえば。シンプルに強いというのもあります。言い訳みたいになってるけど。言い訳せんでも結構やばい、強いっちゃ強いですけど、確かに言われてみればマイペもクビラですよね。そうですね。マイペンもクビラだし、実は推しキャラもクビラだしみたいなところはあるんですよ。日本髪なんですけれども、特技とか載せると、4500万ぐらい出たんだかな。そこそこ強いという感じです。いや、やばすぎっすよね、今の光の浴びダメ。なんか、結構バカに減らないダメージが出て、見てると気持ちいい。1ポチで、それだけ出るなら押そうかという、押したいなという気持ちにさせてくれるアビリティです。二重の意味で押していくキャラと。こういうことですね。厳選のところは、やっぱ、アビダメですね。アビダメ、渾身か、アビダメ、ヨダメか。いや、ヨダメじゃないな。ヨダメは、あれに被る、会心と被るんで、渾身だと思います。ちょっとクオンが入ってるんで、LB の振り方とかは別だと思うんですけど、こんな感じでフルオート寄りにしてもらって、みたいな感じで振ってもらえるといいかもしれないですね。そうですね。では、5人目、コスモス。いや、これは前回の古戦場にはいなかったキャラですね。そうですね。新しいメンツということで、フルオートはやっぱりだいぶ去年とメンツが変わるんじゃないかなと思います。いい意味で。コスモスの何が偉いって、やっぱなんか1アビにディスペルがついてるのがやばい偉いっていう。を打つと2回ディスペル打ちますからね。しかも、この1アビ火力高くてなんかびっくりするほど出るんですよね。大より出てるんちゃうぐらい出てるんで。フロートとかしてると、やっぱコスモスのリザルトは結構なんか抜けてるんで、ワンチャンクビラより抜けてるかもしれないですね。扇寄りではありますけど。コスモス、やっぱいるといないとで差がやっぱ出るんじゃないかなと思います。はい。では、今、フルオートに関しては、突出しているキャラとか、去年から結構変わったキャラとかっていうところを、今、グリさんに結構言ってもらったんですけど、光属性のフルオートだと、やっぱ結構ね、粒揃いというか、他にもなんか上げ出す無数にキリがないぐらいいるんで、結構なんか使用頻度が高くフルオートで使われそうなキャラについては、厳選のタイプとか、リストとかっていうところを今ここに画面上に出してると思うんですけど、こういったところをちょっと参考にね、厳選とか、指輪耳飾りみたいなところをやってもらって、そのキャラ選定の参考にしてもらえたらなっていうふうに思っています。はい。じゃあフロートは一貫こんな感じですかね。そうですね。とりあえずこんな感じで。はい。では、ここからね、実際の編成例っていう風なところで、肉集めから、ヘルのところまでちょっと見せてもらおうと思うんですが、肉集めに関しては、光属性はね、ラメン持ちの編成はちょっとグリさんいっぱい考えてくれてるんですけど、そうですね。ラメンがなしの場合は、もうなんかトリプルゼロ紹介するのが一番早いんじゃないかっていう現状。そうになってるんですよね。なんか片面考えとかはできそうなんですけど、硬直とかを踏むとやっぱり結局トリゼロの方がいいんじゃないかみたいな話ですもんね。そうですね。攻撃のみでとか、なんかそこら辺を考え出すと、いろいろ硬直を考えないとかすると、多岐にわたると思うんですけれど、とりあえず今この場で話すとしては、硬直ができるだけ少ないも
やっぱトリプルゼロを投げるのが一番手っ取り早いのかなと思います。はい。まあ、で、今自分の画面を映してると思うんですが、まあ、ちょっとニカツミに関しては、近々ちょっとまとまった動画を上げようと思うんですが、まあ、トリプルゼロ召喚のみだけちょっとここで紹介しますね。まあ、大体光属性でやろうと思ったら2種類ぐらいで、1個目がソルジャーの編成。武器は、なんか頑張って安く済ませるとしたら今こんな感じで、ソルジャーでやるときあれなんですよね。この、バレットにジェネシスの場合1本必須っていう風な。で、その代わりちょっとこの辺の課金武器がなくていいみたいな。で、石は、中、バハ、フレ、250バハ必須なので、250じゃなくてもいいんだっけ？なんか召喚ダメージを上げてくれるところのステータスまで上げたバハが必須なので、まあそこだけちょっと用意してもらえればっていう感じですね。で、週末は誘惑になってますと。で、もし、エンドモデルが作ってないっていう風な人に関しては、一応エレシオンでもいけて、エレシオンの場合はこんな感じですね。なんか輪廻2本あったら、ここ輪廻2本でもいいですけど、まあ、なんか課金武器なるべく削ろうと思ってなんかいろいろ今考えてる段階がこんな感じで、一応なんか特殊のシンメトリア、リビルド化しなくても1本絡めれば、3本ぐらいは一応いけるっぽいです。石に関しては、さっきと一緒です。まあでもこの場合、ルオーは多分ないとダメですね。絶対に。まあなので、トリプルゼロ消化に関しては、こんな感じの編成を参考にしてもらえたらなというふうに思います。あれですね、ラメを使った編成に関しては、ちょっとルミナスタイタンを今後やろうと思ってるんで、そっちの方でまたグリさんに解説してもらう予定です。はい。では次、90ヘルですね。はい。90ヘル。まあ今回ルミナス拳なしの編成なんですけど、どんな感じかというと、まあ陰陽師を使った編成と。そうですね。まあ最近の流行りをね、こう取り入れて、陰陽師で、まあ、回っていくのが割と、まあいろいろ武器とか突き詰めなくてもできるんじゃないかなと思って、ちょっと今回陰陽師を紹介できればなと思います。はい。ということで、まあ、実際にちょっと動きを最初に見せてもらえますか、じゃあ。そうですね。両面ゼウスですね。はい。で、陰陽師の1を押します。1を押して攻撃です。今回あれですね、メイン武器がアークになってるから、アークの追撃がここで乗ると。そうですね。で、ここで特殊反応するはずのフリッシュの3浴びとナルベアの2浴びをします。この時点で 76% を超えてると届いていることになります。今何パーですかね？今はこれ 75% です。ああ、なるほど。じゃあまあ普通に、なんですか、水着ベリアルのカウンターももう少し多分あるかもしれないんで。まあ2人だったらまあ許容範囲だと思います。はい。じゃあちょっと武器とか石見せてもらえますか。オーソドックスなところしか入ってなくて、まあ割と、リー武器も少なめかなっていう印象です。リ武器も少なめいや、嘘ですね。全部リ武器です。もう多分アークとかリ武器じゃなくなってますね、多分グリさんの中で。まあこうなってみると、まあ極派とエフェスが、まあ、ネックではあるんですけど、そうですね。あれですね、しっかり組むとこんな感じでもできると。そうですね。まあ、一つの編成例として、まあ、誰かしらに届ければなと思います。はい。ちなみに石はどうなってますかね？今こんな感じで、意外と大事なのが、はいはい、この、春丸です。演劇率の問題で、春丸がないと、みたいな感じで。でもそれだけは用意してないと安定となるとちょっと厳しいと言わざるを得ないので。水着ベリアルとかのカウンターに関しては、おそらくですけれども、ジャンヌ槍を幅切りに変えたりすると火力が一気に上がるんで、まあそういったもので代用できるかなとは思います。代用、普通政府の槍が代用なんですよ。資金が高めの編成ではあるんですけど、まあ一応1ポチでね、ルミナス拳持ってなくてもできるっていう風なところは結構魅力かもしれないですね。はい。じゃあ次、95ヘル手動についてちょっと見せてもらおうと思います。はい。はい。じゃあこれもじゃあちょっと実際に最初に動き見せてもらえますか。そうですね。またギルベルトのプラウドに行って打っていきます。で、まあ何をするかというと、まず、芝を投げます。で、涅槃3、涅槃1、無限に、シークレットトライアル。これで、殴っていきます。
で、これで今何パーセントですかね？ 25% なんで、カウンターとかあまり考えずでも大丈夫なんじゃないかなと思います。まあ、少々足りなかったとしても、こうやってなんか、いろいろ反撃やら、無限の幸せのパンチとかが飛んでいくので、まあ、そこそこ余裕があるのでは、と思ってます。そうですね。25% で、まあ、ほぼほぼ安心ラインなんで、なるほど。じゃあちょっとこれ実際に編成見せてもらえますか？実は、なんと、90ヘルより武器編成はお安いんです。お安いと言いつつ、まあ確かに一本の耳武器じゃなくなってるな、みたいな。まあ、なるほどエフェスがクリティカルで、余ダメージ上昇という関係で、やっぱアーク普通に強いんですよ。で、芝が TA 確定なので、まあ、連撃率を気にすることもなく、だからエデンは別に覚醒なんてする必要は一切なくて、実はこの編成においてはね。そこら辺もとてもリーズナブルというのではないでしょうか。なるほど。召喚石は、芝召喚ですね。それ以外が、石なんですけれども、まあ、サブゼウスとか、まあ、ちょっと火力を持ったりしてるんですけども、今さっきみたいにハルマルがいるとか、そういうものは一切ないです。まあ、カウンターもなかったんで、最悪水べりとかも乗りけるぐらいのレベルですね、これ。ある石で、こう、いろいろいじくれば、そこまで、全部がなくても届く手立てはあるかもしれません。まあ、じゃあやっぱりあれですね。一番のネックはさっきの90ヘルとかも同じなんですけど、極波と FS2 本。ここがやっぱり結構なラインになってきそうですね。そうですね。FS2 本がないと、その極波が実質固めでは使えないので、ここはかなり、ムーブの差というものが出てしまうのではないかと思います。なるほど。まあ、月末で、今からなんですか、無料100連プラス、ムックモールとかも控えてるので、まあ、ちょっと本当に光やってみたいっていう風な人に関しては、まあ、その辺はちょっと要検討っていう風な感じでなりそうですね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。では次に、150ヘル想定ですね。はい。じゃあこれも最初に、動きを見せてもらえますか？はい、そうですね。じゃあ、今度はね、プラウドプラスに行ってまいります。でまず、ソウルフォージドが発生します。そうですね。で、バフ、アルテミス。この2枚を投げてから、まず、フローレンスの位置を主人公につけて、涅槃1、3、無限2、無限3、で、この主人公の1枚で、ブリッツレイドを3回出します。削れ方がえぐいですね。そうなんですよ。なんか、こんな出るのっ削れて。方がえぐいな、これ。なんだこりゃ。エフェスで4ダメージが伸びて、まあ、かなり、もう残り 1% までいくという。やば。で、これこんで、なにいくの？まあ、本来は、カウンターなりなんなりが発動してるであろうみたいな。なので、おそらくこの 1% をピッて削れるはずです。まあ、ちょっと防御値が実際の敵とは違うところはあるんですが、まあ、光属性はバフが強いんで結構防御力をぶち抜くみたいなそうですね。ところもありますし、まあ、実際ギルベルトは全部完全に削り切らなくても、多分2000万ぐらい余裕があるはずなんで。多分、結構、この編成余裕があるはずです。そうか。ありがとうございます。じゃあちょっと編成見せてもらえますか。で、武器がこの中でももう最強編成ですね。もうそうですね。これもまあ、今さっきと同じリレー武器の本数なので、まあ、あんまり差はないかなと思います。ちなみにこれは、このルオー拳の特殊上限っていうのは何パーセントなんですかね？これね、もうマックス発動していて、ああ、マックスいってるんですね、それ。もう特殊上限も、どっちも 20%、20% で、なんなら 1% ダメージ上限の、最近出たオーバースキルインターカントラってやつが。なるほどね。じゃあもうルオー拳、結局やっぱり使うんかって感じだな。そうですね。バフが強いので、今回に関しては、デバフもしっかり入れてるので、まあ、エデンとかを入れる必要もなく。ちなみに召喚石どうなってますかね？召喚石は、まあ、よく使うセットという感じです。まあ、去年と多分、石は変わんないんじゃないかな。
いや、でも3ブリッツでいけるのか。すごいな特に操作することほぼないでね。確かに。ぶっちゃけ。ブリッツもリロードいらないですもんね。割と誰でもできるので、結構今回の150怖いなとは思いますね。でもこの編成をまず作るのが大変ですね。まあちょっとね、ルオコブシがちょっとみんな作るか作らないかで、ね、悩まれてる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあここまで出なくて、まあほっとされてたかもしれないですけど、もうここで出ちゃうという。まあでもやっぱエフェスとどちらを優先するかというと、僕ならエフェスを優先してます。なんかあれですもんね、月末取るみたいな話だったんで、グリさん3本目。そうですね。まあちょっと3本目あった方が良さそうだなという、まあ肌感で感じており、まあガチャピンさんでね、いっぱいゲトを吹かせてもらえるので。いや、ちょっと150ヘルこれちょっと早すぎるな。なるほど。そうですね。そこまで、動き自体の敷居が高くないというのもあり、そこそこその英雄とかを走られる方、あとできる人が多そうなイメージですね。うん。なるほど。ありがとうございます。じゃあ150ヘルもこんな感じと。はい。では、いかがでしたでしょうか。では本日も、いろいろお話をしていただいて、グリさん本当にありがとうございました。いえ、こちらこそ、ありがとうございました。で、今回、なんかちょっといろいろ手動のムーブとかをお伝えしてきたんですが、ちょっと200ヘルだけね、ちょっとまだ古戦場までタイミングがありそうっていう風なところと、あれですね、その、月末の新キャラとかも控えてるんで、まあ、ちょっと今回は、詳しいムーブとかに関しては紹介しなかったんですけど、まあ、どうなるのかな。まあ、現状でもなんかあれですよね、なんかエクスカリバーの匂いがプンプンするというか。そうですね。まあ去年やったような、まあ似たような奥義打って追撃つけて、なんか SR のバレンタインナルメを落として追撃つけて、攻撃終わりみたいな、なりそうだなっていうのは思うんですけれど。そうなんですよね。そうで、それで、まあ、なんかそのエフェスの本数とか、なんかその辺の、まあ何を追撃で落とすかとかも結構関わってきそうな気がするんであれなんですけど、まあ、そこら辺に関してはね、なんか自分もちょっと心変わりしてエクスカリバーを取る可能性がなきにしもあらずなんで、ちょっとなんか違う武器取ろうかなって思ってたんですけど、なんかエクスカリバーがちょっとなんかあまりにも魅力的に見えてきてちょっと揺れてるっていう。まあエクスカリバーは、まあ、古戦場以外ではなかなかこう出番が少ない武器なので、強いてあげるなら、最近ルシゼロのクリュサウルをやるときに、まあ持ってる人もちらほら見かけるな、ぐらいしか、まあ現状使い道をね、まあ自分はよくわかってないので、まあこう取るにはみんな勇気がいるんじゃないかなとは思います。ただあれですよ、なんか自分がなんかいろいろなんか、まあ実際にまだ持ってないんで、いろいろ考えてた段階での話なんですけど、去年の、レディバって確かあれですよね、週末新境で、近江で追撃を乗せてみたいなことでやってたじゃないですか、エクスカリバーない人は。そうですね。ただなんかそれで新境にしちゃうと、あれですよね、その片面ゼウスとかでやる場合はその極波が使えなくなっちゃうんで、そこがすごいネックですよね。もしブリッツ6回で収まれば片面ゼウスにして極波が使えるみたいな感じになるんですけど、もしなんか武器がちょっと弱くて、そのブリッツ6回で収まらないとかってなると、そもそもフレンド国旗輪とかにしないといけないから極波が使えなくなるみたいな。そうなんですよね。まあでも今回はなかなか片黒を使う人少ないんじゃないかな。結構明確に差が出そうな気がしますよね。片黒を使うともう、あれですもんね、その、エフェスをどんなに積んだところで、エンハス280%は無理なんで、そう考えると、エクスカリバー持ってる持ってないで、極波使える使えないが分かれてくるとかありそうだし、あとなんかエフェスが2本か3本かによってサンダルフォン入れる入れない問題とかも発生して、そうなるとその前で追撃つけるキャラで何を落とせるかとかも変わってくるから、もうなんかいろいろ難しいっていう。まあなんかちょっとこう、非常に苦しいというか、やっぱり極波とかすごい頭を悩ませますよね、みんな。いやそうなんですよ。だからもうなんか、もう本当にどんな状況だったらちゃんとしたムーブできるんだみたいなのが全くわからないっていう、まあそのバレンタインなるみ落としがいる部分、そもそもね、こう、想定はしづらいんですけれども。
でなんか前回の水子戦場みたいになんかバレンタインナルメアプラス水着アニラみたいな感じでやったと思うんですけど、フレーズの時。ああ、やりましたね。今回はあれなんですよね。水着アニラ使えないんで。そうなんです。避けちゃうとブリッツが打てないよーってなっちゃうので、そう、そこがマジで大変だから、なんか、まあ、実際になんか、ちゃんとしたムーブを完全に決めきるまでいけるかどうかわかんないですけど、まあ、今後ね、その、月が変わって新キャラ実装とかあったタイミングで、まあ、ですか、古戦場直前にまたグリさんと対談ライブとかも予定しているので、まあ、その辺までになんかもう少しでですね、その200の動きとかが、知識が得られたらいいなって感じですね。そうですね。まあ、ルシオの最終にも要期待ですし。ちょっとね、今回その編集とかをしなきゃいけない時間帯で、もう少しアップデートが残ってるタイミングなんですが、まあここでやらざるを得なかったんですけど、ちょっと対談を。まあ今後ね、なんかもう少しアップデートがあったところも含めて、対談ライブとかもやっていく予定なので、まあ、ぜひね、気になる人はそちらの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ最後、ちょっとグリさんにね、なんか軽く一言こうやってもらって終わりにしていきますか。そうですね。まあ今回の光子戦場、まあ、全体的にそこまで去年とこうフロントが変わるっていう場面は少ないかなと思うんですけれども、まあ前回微妙に届かなかったムーブとかが、エフェスとか、まあ局派によって、こう打点が伸びて、まあ通るっていう感じの動きが、まあ多いんじゃないかなというのが自分の印象で、まあなんか、ある意味、こう、前回の踏襲っていうところはちょっと、もうちょっと環境を変えてほしいな、ルシオくん頑張ってくれっていうのが今のお気持ちです。ということで、今回はね、光子戦場第2回目の対談となりましたが、いかがでしたでしょうか。もし今回の動画がね、もし面白かったとか、役に立ったっていう人がいれば、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。で、次回、ルミナス対談も控えているので、この後ね、もうしばらくしたら、グリさんとまたこれ収録すると思うんですが、ぜひそちらの対談気になる人は、ぜひ次の対談もお楽しみにお待ちください。はい。では、今回の動画はこの辺で終わりにしていこうと思います。はい。次の動画でお会いしましょう。